はい、こんにちは。今回はミシンでパッチワークの基本ですね。基本の一つだと思うんですけれど、このパターンを効率よく縫っていく方眼縫いというやり方を紹介したいと思います。方眼縫い、皆さん聞いたことある方、やったことある方もいらっしゃると思いますけれど、このように四角を分割して対角線のこの脇を縫っていくやり方ですね。それでこのパターンを作っていくというやり方です。で、実際縫っていきたいと思いますが、今回は出来上がり6センチのパターンを縫っていきたいと思います。実際のここですね。ここからここまでが6センチ。こっちはちょっと大きくプリントしてますけれど、ここからここが6センチになるように縫っていきたいと思います。それでですね、よく、聞いたことあるかと思いますけれど、この6センチに対してこの四角がですね、この一つの四角が、6プラス 2.4 もしくは 2.5 と言われた方もいらっしゃると思うんですけれど、今回はこの 2.5 でいきたいと思います。で、なぜ 2.5 にするかというのはまた後で言っていきたいと思いますが、そもそもこの 2.4、どうしてなるかというと、この実寸がちょっと大きくしてます。実寸がここ6センチですよね。ここ6センチ。これに対して 0.7 の縫い代が周りについてます。もちろんこの対角線に対しても 0.7 がここについてます。で、この 0.7 でここが二等辺三角形になりますよね、両側。そうするとルートをかけると 0.9899 約1センチになります。なのでこことここが1センチと、必然的にこれは平行移動でここが1センチで、1センチ足す 0.7 足す6足すここも 0.7 ですよね。そうすると 8.4 になるという計算になります。それでですね、布の方に布2枚用意していただいて、これを中表に合わせて縫っていくんですが、このパターンと同じようにまず四角く書いていただいて、ここに対角線を引いてます。この対角線引いてるんですけれど、やったことある方は分かると思うんですけれど、この対角線に沿ってミシンでこう縫いましょうとよく聞いたことあると思うんですけれど、できればここに 7mm の線を描いた方がいいと思います。その方が縫いやすいですよね。で、押さえによっては、針木線からここの幅が 7mm とは限らないですよね。針木線を変えられるミシンもありますけれど、そういう機能がない場合もありますので、やはりこの対角線の横に 7mm の線を引いといた方がいいと思います。7mm の線を定規を当てて引いていきます。で、これは離して引かなくていいです。いっぺんに引いちゃってください。で、向きを変えてこれを引いていきます。で、今回この四角は 8.5 で出ますので、全体の大きさいくつかな、6枚6個四角があるので全部で12枚できるんですが、25.5 の17センチの四角を6等分してこのように印を書いていきます。
緒に使う布を中表にして縫うところの間でいいですから、このところを待ち針で留めておきましょう。はい、それでは縫っていきたいと思います。はい、それでは今から縫っていきたいと思います。この対角線ですね、対角線の左右の線の上を縫っていきます。送り目は2でいきます。で実際のこの四角よりもちょっと外側から返し縫いはなくそのまま縫っていきます。それでですね、できればこの線の対角線寄りというか、この線の上よりも気持ちこっち側、上でもいいんですが、気持ち外側というか縫い代側に縫ってくれると後の始末がやりやすいと思います。ここですね、左寄り、こっちを縫う時は右寄りになりますけれど、気持ちほんの気持ち横を縫うような気持ちでいってください。こちらの本体の方にかぶらないように縫いましょう。それでですね、こちら側を縫う時にこういう風にしない方がいいです。ミシンによってはここが擦れてしまう場合があるので、できれば同じ方向に全部縫ってください。で今回は右寄りですよね。こちら縫い代に対してこちら側を縫う時はこの線のほんの少し線の際横を縫うような気持ちで縫ってください。こんな感じ。わかるかな。ちょっと見えにくいかもしれませんけれど、この線のちょっとこっち、この線の縫い代がちょっとこっち寄りということですね。こんな感じに全部縫っていきます。はい、全部縫えました。はい、縫ってきたので、待ち針を外します。それでアイロンをかけます。反対側もアイロンしておきましょうね。はい、それではこれをカットしていきます。はい、まずは外枠をカットします。
この四角をカットしていきます。で、ここのところをカットします。はい、6枚できたので、これを今から対角線をカットしていきます。この対角線を切るときはそんなに緊張しなくても、多少ずれても影響は全然ないので、ここはスパスパいきたいと思います。はい、全部切れました。で、これを開いてアイロンしていくんですが、もうこう縫っちゃってますよね。縫っちゃってますけれど、目打ちとか針とかでこう手でも取れますからね。これを今からアイロンしていきます。はい、それでは今からアイロンをします。意外に手で取れちゃいますね。はい、アイロン終わりました。はい、12枚できました。で、これを今から、縫い代込み6センチに対する縫い代込みで切っていきます。出来上がり寸法が6センチ、それに対して0.7の縫い代がついて6プラス 1.4 で、7.4センチにカットしていきます。7.4センチを取る四角い定規はなかなかないので、私はこれを使ってますが、この45度のラインですね。7.5 の手前、7.5 の手前、ここに合わせて余分なところをカットします。切れなかったですね。で、反対側も45度にこのラインですね、これを合わせることできっちり切れるので、ここをします。この作業を全部やっていきます。この余分が出るというのは、もともとこの 8.4 に対して 8.5 にして、で7ミリを縫ってちょっと余裕を持たせているのですね。最初に言いましたけれど、この7ミリをなかなかきっちり縫えないので、その辺のところで若干内側を縫いましょうと言ったのは、これをある程度 7.4 より余裕があるようにここを持ってきてるわけですね。なので後から切り揃えて 7.4 にしましょうという感じにしてます。で、これを12枚全部カットしていきます。はい、12枚できました。これを方眼縫いと言います。それでですね、この方眼縫いなんですが、
なかなか最終的にこの6センチに対して縫い代つけて 7.4、7.5、どちらでもいいんですけれど、これに切り揃えられないという方もいらっしゃると思うんですよね。でその場合なんですけれど、こちらですね。この一つの正方形に対してこの対角線の横 0.7 に線を引いてもらったと思うんですよね。こちらも 0.7 でここを縫ったわけです。このちょっと内側というか縫い代側ですよね。なのでこの 0.7 を 0.5 に 0.5 両方とも 0.5 で縫うことによってその最終的なこの大きさをきれいに全部揃えることができると思います。ちょっとそれもやってみますね。はい、それでは、数は少ないんですけれど2つの正方形で作っていきたいと思います。もう対角線は引いてありますけれど今回 5mm ですね。5mm の線を対角線の両脇に描きます。はい、それで、中表に生地を重ねます。もう一枚の生地分かりやすいように大きくしていますけれど同じ大きさで全然構いません。同じ大きさでやってください。でこれを、両側を今から縫います。それでは縫っていきます。はい、縫ってきました。対角線に対して5mm 両側ですね。5mm だとちょっと気持ち的に余裕ができますね。後で調整すればいいという。アイロンします。でこれを先ほどと同じように周りから切ります。もうね、描いた線を切るだけなので曲がらないと思いきやちょっとずれちゃったり。はい、これを対角線のところを先ほどより幅が狭いですけれどここをちょっと上過ぎちゃったかな。ここを対角線をカットします。でこれを今からアイロンします。
い、それではアイロンします。今ちょっと気がついたんですけど、5ミリだとこう縫っちゃってる幅も狭いので、ここをピッと剥がすのも楽ですね。やっぱりさっきより若干大きさを感じます。なるべくキセがかからないようにしっかりここ開いてくださいね。はい、これを今から 7.4 または 7.5 のサイズに切っていきます。これ今測ってみるとそうですね、だいぶ余裕ですよね。対角線に合わせるともうこの時点で、7.5 以上あるわけです。なので全部きれいに 7.4 もしくは 7.5 にこの部分をね45度きっちり合わせてカットして、こちら側もきれいにカットすることができます。これだけ余裕が出るので、どちらでもいいんですけれど、この対角線、もう私は縫うのに自信があるわという方は対角線に対して 0.7、 後できっちり揃えたいわって方はこちらの 0.5、 どちらでもいいと思うんですけれど、方眼縫いはこのパターンですね。このパターンをたくさん縫うのにいいと思います。ただこれ便利なんですけれど、これもっとたくさん方眼を作ってダーッと縫っちゃえばもっと楽なのにと思うんですけれど、あまりたくさん方眼しない方が、ミシンの手の内といいますか、それぐらいの大きさでやった方がいいと思います。でたくさんになって、これそうね3列ぐらいになって、もうちょっとこれ 3×4 それぐらいになってズレがちょっと心配だなっていう方はやっぱり 0.5 で縫った方のが後々調整が効くので、その方が綺麗にいくと思います。方眼縫いささっとできると思うので、ぜひぜひ縫ってみて